テスラの FSD がついにヨーロッパで動き出しました。そしてホンダとスズキがテスラとある目的で手を組みました。これはただのアップデートではありません。テスラが描く未来の一端が今僕たちの目の前に現れようとしているんです。おはようございます。ケンです。今回はテスラの最新ニュースを5つまとめてお届けします。FSD のヨーロッパ展開、AI ソフトウェア副社長の注目コメント、アメリカで始まった FSD 早期アクセスプログラム、キャビンレーダーによる新機能、そしてホンダ、スズキのテスラとの提携、テスラオーナーの方、そしてテスラ株に投資をしている皆さんにとってきっと参考になる情報もあると思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。まず今回お届けするテスラの最新トピックはこちらの5つです。1つ目が FSD 監視付きの自動運転の映像がヨーロッパで公開されました。規制承認はまだですが、すでにテスト走行が始まっています。そして2つ目は、テスラの AI ソフトウェアの副社長であるアショックさんが FSD のエンドツーエンドモデルは中国に続きヨーロッパでもスケールしているとコメントしました。3つ目は、アメリカでは FSD の早期アクセスプログラムが一般ユーザーにも開放され始めました。対象者にはアプリを通じて通知が届いています。そして4つ目、こちらはテスラのキャビンレーダー機能が正式に有効化されました。子供の置き去り検知など新しい安全機能も予定されています。そして最後の5つ目が、ホンダとスズキがテスラの排出権プールに参加しました。これは EU の排出規制に対応するための戦略的な動きです。これらのトピックを通じて、テスラがどのような未来を見据えて動いているのかを皆さんと一緒に考えていきたいと思います。それでは最初のニュースから見ていきましょう。まず最初のトピックはテスラの FSD 監視付きの自動運転のヨーロッパ展開です。テスラは FSD を使ったテスト走行の様子を収めた映像を公開しました。こちらがその動画ではあるんですけれども、場所はオランダ・アムステルダム。動画内では実際に FSD が現地の道路でスムーズに走行している様子が確認できます。この FSD はまだ規制当局の承認待ちです。現時点ではあくまでエンジニアリングテストの段階という位置づけです。今回の映像公開は FSD のグローバル展開に向けた重要な一歩と考えられます。これまでアメリカで開発されてきた FSD が中国での展開に続き、今度はヨーロッパにもスケールしようという流れです。実際にテスラの AI ソフトウェアの担当副社長のアショックさんは FSD のエンドツーエンドモデルが他の地域にもうまく拡張している。最初は中国、そして今はヨーロッパだと X で発言されています。このエンドツーエンドモデルっていうのはカメラの映像からステアリングやブレーキなどの制御までを AI が一貫して判断する最新の仕組みのことです。人間の判断を AI がそのまま模倣するような構造となっていて、今後の完全自動運転の鍵を握る技術とされています。規制上の承認はまだですが、テスラが実証実験を積み重ねながらヨーロッパ市場への本格展開を狙っていることは明らかです。では次に FSD の展開が進むもう一つの動き、アメリカでの早期アクセスプログラムについて見ていきましょう。はい。では次はですね、アメリカでの FSD の早期アクセスプログラムの拡大です。これまで FSD の開発版は一部のテスラ社員や選ばれたユーザーに限定されていましたが、今回テスラは FSD の購入者やサブスクライバーに対して早期アクセスの招待を開始しました。対象となるのは FSD を購入するかサブスクリプション契約をしていてかつ AI4 つまりハードウェア4を搭載しているテスラ社のオーナーです。該当者にはテスラアプリにポップアップ通知が表示され参加を促される形式です。通知を見逃してもアプリ内で参加のオプションを後から確認できるとのことです。ただし、一つ注意点があります。この早期アクセスに参加する場合、テスラは車両からのデータ収集を強化します。そしてそのデータは車両のBIN、つまり車両認識番号と紐付けられる形になります。FSD のアップデートをいち早く体験できるという魅力の一方で、プライバシーや安全性には一定の注意が必要です。
初期の開発ビルドは一般向けのリリースに比べて不安定な場合もあるため、使用時には慎重な運転も求められます。とはいえ、こうしたプログラムの開放は FSD の一般ユーザー向け展開に向けた大きなステップです。開発と実運用のサイクルを加速させ、より洗練された自動運転体験が期待できます。次は注目が集まっているキャビンレーダーの進化と今後搭載される新しい安全機能について解説をしていきます。2025年のソフトウェアアップデート 2025.2 によりキャビンレーダーの機能が一部モデルで正式に有効化されました。このキャビンレーダーっていうのはシートのセンサーとは異なり、車内全体をレーダーでスキャンして乗員の有無や位置を高精度に検出する新しい仕組みです。現在は主に全席の乗員検知に使われていますが、今後は後部座席への対応も予定されています。そして特に注目されているのが、2025年第3四半期に追加される予定の子供の置き去り検知機能です。これは車内に子供が残されている状態を検出し、スマートフォンのテスラアプリに通知を送ると同時に、車両の HVAC システムを起動して室温を管理するものです。さらに必要に応じて緊急サービスに自動で連絡する機能も追加される予定です。また、キャビンレーダーは安全機能にも活用されます。例えば、乗員の体格を認識してエアバッグの展開を最適化することで安全性の向上が期待されています。では、どうやって自分のテスラにキャビンレーダーが搭載されているかを確認するのか、方法も明らかになっています。まずはサービスモードに入り、セーフティー&リストレインズセクションを開きます。そこからシートを選び、全席中央に表示される緑色のボックスをタップすると、キャビンレーダー ICR と表示されれば、あなたの車にはキャビンレーダーが搭載されています。対象車両は2024年以降のモデル3やサイバートラックのほか、一部のモデル Y、モデル S、モデル X でも搭載されている可能性があります。これまでのシートセンサーに比べて誤検出が少なく、機械的な部品も減るため、今後のテスラ車の標準機能になっていく可能性も高そうです。では最後にテスラが収益源としても活用している排出権ビジネスについて紹介します。内容としては、ホンダとスズキがテスラと連携したというニュースです。これは EV とは直接関係がないように見えて、実はテスラにとって大きな意味を持つ動きです。今回、ホンダとスズキはテスラが EU で構築しているエミッションプールに新たに参加しました。このエミッションプールっていうのは複数の自動車メーカーが排出ガスのデータを合算し EU の厳しい CO2 排出基準をグループとしてクリアするための仕組みです。テスラは電気自動車のみを販売しているため排出量がゼロという扱いになります。そのため他のメーカーに対して余剰な排出枠を提供できる立場にあり、この枠を提供することで収益を得ています。すでにこのプールにはステランティスやトヨタ、マツダ、スバルなども参加していて、今回ホンダとスズキが加わったことでテスラの排出権ビジネスがさらに拡大した形です。つまりホンダやスズキのような内燃機関車の比率が高いメーカーがテスラの排出枠を購入することで EU の規制をクリアし、高額な罰金を回避することができるんです。一方でテスラはそれによって安定した収益を得ることもできます。このようにテスラは車の販売だけではなく排出枠という形で他社と連携しながら環境規制をビジネスチャンスに変えているという点でも注目に値します。では最後に今回紹介したテスラの最新ニュースを通じて僕たちは何を読み取るべきなのかまとめていきたいなと思います。はい。では今日はテスラに関する5つのニュースをお届けしました。FSD がヨーロッパでテスト走行を始めたこと、副社長がその拡張性を強調したこと、そしてアメリカでは FSD の早期アクセスプログラムが広がり、一般ユーザーも新機能をいち早く体験できるようになりました。また、キャビンレーダーの導入によって安全性がさらに進化し、2025年には子供の置き去り検知などの新機能も加わる予定です。そして排出権ビジネスでは、ホンダとスズキがテスラと連携。テスラはゼロエミッション企業として環境規制を逆手に取り、収益を生み出しています。こういった動きを見ると、テスラは AI、
安全技術、そして規制対応などなど着実に前進していることがわかります。それもかなりのスピード感を持って取り組んでいるっていうのがわかるのではないでしょうか。では、ここで皆さんに聞いてみたいなと思います。テスラの FSD がヨーロッパに展開され始めた今、日本での展開はいつになると思いますか？また、ホンダやスズキが排出権をテスラに依存することについてどう感じられましたか？ぜひコメントで皆さんの意見を聞かせてもらえればと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。現在僕自身ネットショップを運営しています。このショップではテスラに関するアクセサリーやアパレルを販売しています。ぼちぼち暖かくもなってきますし、今年の T シャツとして僕のショップの T シャツはどうでしょうか？僕のショップの T シャツは環境のことも考えて素材をオーガニックコットンで作っています。また大量に作るっていうこともせず受注生産をしています。そうすることで売れ残った場合の廃棄もせずに済みます。そのためお届けまでには少し時間がかかってしまいますが、環境に配慮した形ですのでご了承ください。近々アパレルに関してはセールをしようと思っています。準備が整ったらまた YouTube で紹介しますので、ぜひ今年の夏の一着として僕のショップの T シャツが選ばれたらと思います。はい。では今日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。